ようこそ Everyday Japanese with ももへ。私はもも、日本の OL です。このチャンネルでは私の日常の日記を通じて自然な日本語が学べます。難易度は JLPT N4 から N3 レベルです。今日の日記の全文テキストは概要欄から無料でダウンロードできます。ぜひ使ってみてください。今日は少し特別な一日でした。朝、会社に着いてパソコンを開きました。すると、後輩の田中さんからメッセージが届いていました。ももさん、もしよかったら今日のお昼一緒に行っていただけますか？少し相談したいことがあって。私は少し驚きました。私はすぐにもちろんだよと返信しました。田中さんは入社して2年目の女の子です。いつもきちんとしていて頑張り屋さんです。でも最近少し元気がないように見えていました。だから少し心配していました。午前中は会議が2つありました。とても忙しかったです。でもお昼の時間が近づくにつれて田中さんのことが気になっていました。何の相談だろうと考えていました。12時になりました。田中さんと一緒に会社を出ました。どこに行こうかと聞きました。すると、ももさんが決めてくださいと言われました。夏の晴れた空が広がっていました。私は会社の近くのカフェを選びました。落ち着いた雰囲気のお店です。木のインテリアで温かみがあります。ゆっくり話せる場所です。窓際の席に座りました。まずランチを注文しました。私はパスタセット、田中さんはサラダとスープのセットです。最初は天気の話や最近見たドラマの話をしました。田中さんは少し緊張しているように見えました。だから私はあえてゆっくり話しました。飲み物が来ました。少し場の雰囲気が柔らかくなりました。その時、田中さんが話し始めました。実は最近、仕事のことで悩んでいて、悩みは上司との関係についてでした。上司の指示が毎回変わって何が正しいのかわからないと言いました。一生懸命やってもそれじゃないと言われる。田中さんの目に少し涙が溜まっていました。私は何も言いませんでした。まずしっかりと聞きました。うなずきながら、うん、そうか、
と短く答えました。田中さんの言葉をすべて受け止めようとしました。田中さんが話し終わりました。少し静かになりました。私は口を開きました。話してくれてありがとう。ちゃんと聞いてよかった。ちょうどその時、ランチが届きました。実はね、私も昔似たようなことがあったんだよ。私が入社して3年目の頃です。当時の上司との関係に悩んだ時期がありました。何をしても違うと言われました。自分には向いてないんじゃないかと思ったこともあります。田中さんは驚いた顔で言いました。ももさんも？そうだよ。みんな一度はそういう時期があると思う。私はそう答えました。私がその時助けられたことがあります。別の先輩が言ってくれた言葉です。あなたのやり方は間違っていない。その一言がどれだけ心強かったか、今でも覚えています。だから私も田中さんに伝えました。田中さんのやり方はちゃんと見ているよ。丁寧だし、責任感もある。それから実践的な話もしました。上司の指示が変わりやすい時の工夫です。指示をもらった時、その場でメールで確認を送るといいよ。記録に残しておくと後で困らないから。田中さんはメモを取りながら真剣に聞いてくれました。デザートのコーヒーを飲みました。二人で少し笑い合える場面もありました。さっきよりずっと和やかな空気でした。カフェを出るとき、田中さんが言いました。話せてよかったです。ありがとうございました。その顔が来る前より明るくなっていました。私はほっとしました。午後の仕事はまた普通に続きました。会議の資料を作ったり、メールを返したりしました。いつもの仕事です。でも今日はいつもより少し心が満たされていました。夕方、仕事が終わりました。帰りの電車の中で今日のことを振り返りました。田中さんと話せてよかったなと思いました。聞いてもらえる人がいるというのは本当に大切なことです。私も昔誰かに話を聞いてもらって楽になりました。家に帰って着替えて夕ご飯を作りました。今日は疲れていました。だから簡単に卵かけご飯と味噌汁にしました。食べながら
と思いました。私はいつから相談される側になったんだろう。新入社員の頃は私がいつも誰かに相談していました。それがいつの間にか相談される立場になっていました。先輩になるというのは、ただ年数が経つだけじゃない。自分の経験を誰かのために使えるようになることかもしれません。窓の外は夏らしい夜の空でした。田中さんが明日元気よく出勤してくれるといいなと思いました。誰かに頼られることは少し重く感じることもあります。でも今日みたいに自分の言葉が誰かの役に立てたとき、やっぱり嬉しいです。それが働くことの一つの喜びなのかもしれません。私ももっといい先輩になれるように少しずつ成長していきたいです。それではおやすみなさい。最後まで聞いてくれてありがとうございます。もっと詳しく学びたい方にはスタディパックがあります。語彙リスト、文法解説、練習問題と答え合わせがセットになっています。概要欄のリンクからチェックしてみてください。また次の日記でお会いしましょう。